皆さんこんにちは。今回は2022年7月に ANA が最終購入契約締結を発表した737最新シリーズの一つ 737-8MAX を200分の1で作る動画です。長谷川から出ている現行の 737-800 のキットをベースに模型用のアップデートパーツを製作、販売されているピツジさんという方からいただいた MAX への改造パーツを使って作っていきます。また最近使っている便利ツールの紹介等もする予定です。よろしくお願いします。まず現行型 737-800 と 737-8MAX の違いですが、模型を作る上で異なる部分だけ見ていくと大きく分けて4つあります。テールコーンが円錐型になったほか、エンジン、それから翼端のウィングレット、さらにエンジン大型化に伴い若干ですが足が長くなっているようです。羨ましい。まずはテールコーンのパーツから置き換えていきます。機体のパネルライン、キットのモールドに合わせて筋彫りをなぞるようにエッチング層で掘り下げて切断し、さっと切断面をヤスリで処理した後、歪まないよう切断前の片側の胴体パーツをガイドに強力な瞬間接着剤を使って接着しました。まず大丈夫だと思いますが、念のため機種の重りも追加しておきます。使ったのはホームセンターで買った鉛板です。左右胴体を通常の流し込み接着剤を使って貼り合わせた後、先ほどのテールコーンのパーツを補強しておき、最後に反対側のテールコーンのパーツを接着していきます。主翼パーツは翼端以外通常通り組み立てていきます。続いてはリープ 1B エンジンの組み立てです。このパーツをくださったピツジさんはいつも本当にすごい再現度の部品を作られていて、以前 C2 用のパーツなど私も買わせていただいたんですが、このエンジンも200分の1とは思えないぐらいすごく高い再現度となっています。なお今回使用させていただいている 737-8 への改造パーツですが、試作品とのことで今のところ販売予定はないそうですが、144分の1をはじめいろんなアップデートパーツを販売されてまして、概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。既存パーツへの取り付けですが、まずは元々ついているパイロンの付け根あたりの部分を削り取り、パイロンとコアが一体になったパーツを取り付け、ウィングレットも取り付けておきました。合わせてこのキットは主翼前縁の厚みが気になるので、気休め程度ですがある程度削っておきます。水平尾翼はダボを切り落とし、適切な位置を決めて真鍮線を差し込み固定できるようにしていきます。そしてせっかく繊細な筋彫りの入ったパーツをくれたピツジさんには本当大変申し訳ないんですが、今回もモールドをポリパテで埋めました。もともと合わせ目消しで消える部分を彫り直す自信がなく、かといって部分的に残ってたりなかったりするのが気になってしまう性格なので、ならいっそ全部埋めてしまえと始めたやり方なんですが、気に入ってしまってそれ以来いつも埋めています。あとはサーフェイサーを吹き付けて最終的な塗装下地を作っていきます。使っているのはクレオスの瓶入り1200番のグレーサフです。普段にも増して削ったり切り取ったりくっつけたりしたので、下地作りはいつもより慎重に行いました。サフには細かい傷を埋める力もありますが、それでも消しきれないところはラッカーパテなどを使って埋め、ヤスリで慣らしてまたサフを吹くというのをひたすら繰り返します。主翼側と胴体側どちらとも納得いくところまで綺麗になったら両者を接着していきます。パーツ同士が重なる部分に塗料などが乗っていると接着力が弱くなってしまうので、接着面についたサフを削り落としておきます。ここも流し込み接着剤で貼り合わせます。あとはその接合部をラッカーパテで処理して、今になってまた傷が現れたのでパテで鳴らしていますが、主翼をつけてからだとやりづらくなるので、なるべく接着前に消しておいた方がいいです。そしてまたサフを吹いて段差が消えているかなどを確認していきます。続いてはエンジンを塗装していきます。通常のプラパーツではなくレジンパーツなどで比較も兼ねてプライマー入りのサフを下地に吹き付けました。それから艶消しブラックを塗装。何と呼んでいいのかわからないんですが、内側のパーツもグレーと2色で塗り分けました。ファンブレードは一旦艶消しクリアで保護してからエナメル塗料でエッジのシルバーを筆塗りしていきます。筆先につける塗料の量や塗料の濃さが重要になってきます。と言いつつ難しくて全然揃ってないですが、塗って消してを繰り返し、納得いくところでまた艶消しクリアを吹いてエナメル塗料を保護しておきました。コアエンジンの部分は艶ありの黒を下塗りしてスーパークロームシルバーを塗装。クリアで保護した後、あれこれ使って表現を追加していきました。ノズル部分はクリアブルーを根元に塗装。先端部分はウェザリングマスターを使いました。こ
ちら側もウェザリングマスターやパネルにグラデーションを吹き付けたり、逆にマステを使ったり、内側になる部分の塗り分けは大体済んだので組み立てていきます。ここも組み立てには瞬間接着剤を使用しております。いきなりですが段差などをパテで埋めてサフ。これで機体塗装前の準備は大体終わりです。テールスキットを付け忘れてました。まずは白下地を作るためホワイトサフを吹き付けます。いろいろ取り付けてからの塗装はエアブラシの気流の関係でザラザラになる部分が発生しますので、局所的に吹いたりヤスリがけなどをしながら塗装していきました。そういえば水平尾翼ですが、ネクストジェネレーションとマックスではテールの絞り込みも異なるので隙間ができます。マステの上からエポパテをギュッと押し込み、形を合わせてぴったり合うようにします。これで尾翼の長さを変えずに接合面を合わせられるはずですが、後に調べていてマックスの方が若干水平尾翼の幅が短いというような数字を見つけてしまいました。白サフを吹いた胴体に1500、2000番のペーパーで研ぎ出しをします。水をつけて軽く撫でるように優しく表面を慣らしておきます。続いては本番の白塗装です。クレオスの GX1 を使用しています。これが乾き次第マスキングして仮面のグレーを塗っていくわけですが、そういえば最近こんなものを買いました。ハンズフリーユニバーサルワークホルダーという商品で、何に使うのかというと、こんな感じで模型を好きな角度、そして高さで固定することができます。映像では200分の1の737ですが、ピンやピンの位置を変えることである程度いろんなサイズのものを固定できます。そこにこれは先日自作したトース管を使って機体に水平なラインを引くことができるようになります。旅客機を作ってるとよくある機体仮面のグレーのラインや、いろんな水平線などなかなかまっすぐなラインを引くのは難しいものですが、これらを組み合わせることである程度正確に線を引くことができるようになります。こんな感じにめちゃくちゃラインよれて失敗してますが、ちょっとまだ慣れてないもので、この辺は試行錯誤していろいろやっていこうと思います。トース管の方は別の動画で作り方解説を、ワークホルダーの方は概要欄に Amazon リンクを貼っておくので、よかったら見てみてください。また使っていく中でいい使い方や活用法などを見つけ次第、また少しずつ動画内で紹介していこうと思ってます。マスキングも済んだところでグレーを吹いていきます。ガイアノーツのニュートラルグレー1と2の中間くらいの明度にしたものを使いました。かなり明るめです。どんどん塗り分けていきます。ブルーはクレオスの ANA カラーセットのものを使いました。ウィングレットは公開されているイメージ図でわかる範囲プラス想像で塗ってます。マスキングテープ境界に塗料がたまらないよう薄く重ねていくイメージで塗り分けました。続いて主翼前縁やエンジンリップを塗るためのマスキングをしていきます。形が複雑な上、かなり奥まった部分もあるのでとても塗りづらいです。垂直尾翼前縁もマスキングします。こちらはグレーとの塗り分けがあるので、まずグレーを塗装します。余ったグレーに8番シルバーを混ぜてエンジンリップを塗装。主翼前縁はメタルカラーを使いました。奥まった部分はなかなか色が乗りませんが、たくさん吹き付けると絶対マスク漏れを起こすので、奥まった部分から少しずつ色をつけていくイメージで塗っていきます。尾翼はグレーをマスキングしシルバーを塗装。この辺りが終わればマスキングテープを剥がして、数日前に塗り分けたエンジン周りとも久しぶりに対面です。染み出したり塗膜を持ってかれたりしなくてひとまずホッとしました。塗装面の保護とともにデカールを貼るため表面を慣らす目的で全体をクリアコートします。キット付属のデカールに合わせてコックピットや足りない部分は自作したものを使いました。窓はイメージ図と他社の 737MAX に合わせ、タグラインや ANA ロゴ、日の丸などは ANA の中でも最新のダッシュ800型に合わせた順番で、日の丸、ロゴ、タグラインの順番で貼り付けました。そしてこの機体が737最新シリーズであることを示す MAX の機種ロゴを貼っていきます。そして片側が乾いた後、逆側にも同じように貼っていき、完全に乾燥させます。そしたら続いてデカールの保護と段差を消すためクリア塗料を厚く塗り重ねていきます。
いよいよ終盤ですが、デカールの厚みとクリアの塗膜が同じになるよう1500から2000番の紙やすりを使って研ぎ出します。軽く撫でるような感覚で水をつけて研ぎ出していきます。続いては足の長さを調整していきます。ダッシュ800型に比べてマックスは若干長くなっているのですが、そもそも長谷川のこのキットはもともとそれ以上に足が長くなっています。ギアドアと一緒に仮組みし、タイヤとギアドアの間隔を目安に切り詰めていきます。ついでにこのくの字になっている部分も切り落とし、プラ板で作り直すことで若干のディテールアップもしてみました。さらに切断して短縮、真鍮線を使ってつなぎました。メインギアはノーズの短縮分に合わせて現物合わせで調整を行います。切りすぎてしまい若干プラ板で足しています。ノーズギアの方はこんな感じになりました。タイヤなどもまとめて塗装していきます。爪楊枝に刺してフラットブラックを塗装、ギアドアやギアパースなどはグレーで塗装しました。ホイールやそのカバーはエナメルの筆塗りで行いました。デカールの段差が消えた機体側は最後にツヤ感調整を行うためクリアを拭いていきます。今回は初めて紫外線ダメージを減らす UV カットのクリアを使ってみました。ここにツヤ消し添加剤を混ぜて 7,8 分ツヤくらいに調整します。なるべく均一にのせるため希釈はかなり薄めに調整します。またホコリなどがついてもまたやり直しになってしまうので、入念に静電気除去ブラシを使って払います。持ち手もなし、エンジンなどもついているので塗りづらさもマックスです。しっとりとした質感を得られれば個人的には成功です。あとは細々したパーツ類を組み立てていきます。メインギアはアロンアルファで芋付けです。背中に載せる衛星通信アンテナはいただいたパーツのものを使いました。こちらは比較も兼ねてクレオスのプライマーを塗装、その上からグレーとホワイトを塗り重ねました。ビーコンライトは透明のばしランナーで作りました。火を使うので十分に気をつけて、またシンナーや接着剤などが近くにないか十分注意して行いましょう。クリアレッドを塗装して必要なサイズに切り出して使います。 VHF アンテナは薄いプラ板から切り出したものを使用。 ADF はエポパテをマステ越しに機体に貼り付けて成形し、乾燥後に黒く塗って機体に貼り付けました。そしてこれらを取り付けて完成となります。今回もご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。